昔々、ある村の近くにある洞穴で、ゴンズンダという名前で呼ばれているズンダが住んでいました。ゴンズンダはいつも一人ぼっちなので、朝も昼もいたずらばかりして、村人さんたちを困らせていました。ちなみにゴンズンダはキツネさんやタヌキさんみたいなものです。畜生さんです。ある日、村に住む高橋という男が釣りをしていました。高橋の横に置いてあるカゴを見ると、そこにはお魚さんがたくさん入っていました。しめしめと思ったゴンズンダは、その魚を全部川に投げ捨ててしまいました。最後に立派なウナギを捨てようとしたら、ぬるぬるしていて全然つかめません。しびれを切らしたゴンズンダは口でガブリとくわえましたが、その途端、ウナギがゴンズンダの首に巻きつきました。ほら、盗んだぜんだね。高橋に気づかれてしまい、慌てたゴンズンダはウナギを捨てて逃げようとしましたが、ウナギは首に強く巻きついて離れません。そしてゴンズンダはそのまま窒息して動かなくなってしまいました。死んじゃった。その晩、高橋はゴンズンダをずんだ汁にして、病気のお母さんに食べさせました。美味しいかよっか。なんか変に甘いけど、とっても美味しいですわよ。その日以来、高橋のお母さんは、みるみる元気になっていきました。高橋のおっかあ元気になって本当に良かったな。ははは、そうっすね。それに最近はあのいたずらずんだも見ないし、これであと年貢さえなければ最高だよ。ははは、そうっすね。しかしある日、高橋のお母さんは体調を崩してしまいました。風邪をひくなんて久しぶりですわね。最近ずっと調子良かったもんね。大丈夫かおっか。大丈夫ですわ。あら。なんですのこれ。その晩、高橋のお母さんは息を引き取りました。たった一人の家族を失い、友達が一人もいない高橋は孤独になり、悲しみに暮れました。そして、数週間が経ったある日、高橋の家に栗と松茸がどっさりと届きました。きっと気のいい誰かが自分を不憫に思って置いていってくれたのだと思い、高橋はそれを喜んで食べました。しかし、その日以降高橋の家には栗や松茸が毎日届くようになりました。奇妙に思った高橋は村の人たちに聞いてみることにしました。しかし、村の人たちはみんな一様に知らないと言い、あまり話しかけないでほしい、息が臭いと言いました。不気味に思った高橋は、それからその栗や松茸に手をつけるのをやめました。しかし、それでも栗や松茸は高橋の家に毎日届き続けました。ふう、今日は全然釣れなかったな。今、確かに。いや、そんなわけ。またこんなに届いてる。もったいないけど人にあげるのもな。栗って、こんなに傷むの早かったっけ？そして、何日か経ったある晩、高橋は奇妙な音で目を覚ましました。床を爪で引っかくような、とっても不気味な音です。それが一晩中、毎日続きました。すっかり気のめいってしまった高橋は、村長に相談しに行きました。こんなことがありまして。なるほど。そりゃゴンズンダじゃな。ゴンズンダですか？ゴンズンダは気に入った人間の家に贈り物をするんじゃよ。夜中の音はせっかくやったのに食わないから不満なんじゃろて。でも、ゴンズンダは俺がずんだ汁にしておっかーに。お前、ゴンズンダを殺したのか？殺したというか勝手に死んだというか。この村にはゴンズンダには決して手を出してはいけないという古い言い伝えがあるのを知らんのか？初耳です。子供の頃に友達とゴンズンダのわらべ歌を歌っただろう。友達いたことありません。くっさ、ラバグサ、お主歯は磨いたのか？磨いたことありません。だからお主臭いって言われとったのか？ちなみに手を出したらどうなるんですか？それはわしにもわからん。じゃが、大いなる災いが起こると聞いておる。でも、古い言い伝えって、まるでゴンズンダが大昔からずっと生きてるみたいな聞いてます。ゴンズンダは、決して老いることも、死ぬこともない。それもゴンズンダの、古い言い伝えなんじゃ。老いることも、死ぬことも。村長は、しぶしぶ祈祷師を呼ぶと言いました。でも、来るまでに3日はかかります。その間に音がしても、決して話しかけてはいけないと言いました。そしてその晩、床を引っかく音はいつもよりもずっと大きく、あまりの音に耐えきれず、高橋は
ついにゴンズンダに話しかけてしまいました。お前はゴンズンダなんだろ。すまなかった。お前をおっかーに食べさせたのは謝る。でもお前が死んだのは事故だったじゃないか。それにもう栗や松茸もいらない。勘弁してくれ。お前もなる。え？お前もゴンズンダになる。何を言ってるんだ。俺はゴンズンダになんか。お前はもう食べた。食べた？栗？あれ？よく見るとそれは栗ではありませんでした。緑色のドロドロとした、まるであの時自分の母親に食べさせたような。これはまるで。勘弁してくれ。お前はもう死んだんだ。成仏してくれ。死なない。え？ゴンズンダは死なない。ゴンズンダは永遠に生きる。でも、お前は俺がずんだ汁にしておっかーに。お前の母親、体が弱い。だから、次はお前の番。その声は、あれ。俺の手が。ゴンズンダは死なない。ゴンズンダは永遠に生きる。まさか、おっかゴンズンダは死なない。ゴンズンダは死なない。ゴン。お前だったのか。あれから高橋の姿を見た人は一人もいませんでした。墓荒らしが出たんだって。そうそう、高橋の夫の墓が暴かれてたらしいぞ。罰当たりもいたもんだな。それにしても高橋のやつは一体どこに行ったんだろうな。釣りの途中で川にでも流されたんじゃないか。まあそのうちフラッと帰ってくるさ。ゴンズンダが出たぞ。あっちに行ったのを見たぞ。今日こそとっちめてやるわ。しめしめなのだ。今日のいたずらも大成功なのだ。明日はどんないたずらをしようかなのだ。楽しみなのだ。ゴンズンダは死なない。こうして高橋はゴンズンダになってしまいましたとさ。あかねさん、何ですかこれ。ゴンギツネの結末が誰にでもわかるように自分でお話を考える授業ですよね。そうですけどなんか怖いお話になってませんかこれ。というかそもそもゴンズンダって何なんですか。行間を読む前にまずはちゃんと人のお話を聞けるようになった方がいいと思います。確かに最初に説明はありましたけどそういうことじゃないんですけど。とにかく怖すぎるのでやり直してください。そう言われると思ったのでもう一つあります。そうなんですか。ゴン、お前だったのか。コロニーを落としたのは。何ですかコロニーを落としたのはって。コロニー落としは全長40キロ級のスペースコロニーを地表に落下させて、その運動エネルギーで大規模な破壊を行うものです。ちなみに中に住んでた人たちはガスで元気がなくなっているので大丈夫です。なんてことしてるんですか。お前にウナギを盗まれたせいで、俺はウナギ料理大会に出られなくなったんだ。うなぎ料理大会。そして意気消沈してたら突然家にイワシが入ってきたんだ。ゴン、お前だったんだろ。俺にイワシをくれたのは。そうなのだ。俺はそのイワシでウナギ料理大会に出たんだよ。どうして。イワシがウナギに勝てるわけないよな。ダメだったんですね。俺はイワシをウナギだと思ってる間抜けのレッテルを貼られて、その後魚屋にボコボコにされたんだ。ゴン、お前だったんだろ。魚屋からイワシを盗んだのは。そうなのだ。もうちょっとこう謝るとかないんですか。それで村にいられなくなった俺は、スペースノイドになったんだ。スペースノイド。そしてなんやかんやあって俺はディモン共和国を建国した。しかし地球連邦軍とディモン軍は圧倒的な戦力差があったんだ。そして俺は考えた。地球にコロニーを落とすしかない。と。地球にコロニー落とせばいいのに。完全に入れ知りされてるじゃないですか。しかし、それは敵の策略だったんだ。ゴン、お前だったのか。俺にコロニーを落とさせたのは。クックック。そうなのだ。僕がコロッケを落とさせたのだ。コロニーでは僕の真の名前はゴンズンダコロニーをとしらった。ゴンズンダコロニーをとしらった。見るのだ。これがたのイカズチなのだ。なんか落ちてきてるもの違うんですけど。というか大丈夫なんですかあれ。あとはカネさん何歌ってるんですか。分かったなゴン。ただの目つぶしじゃないですか。日本王国に栄光あれ。こうして疑問軍と地球連邦軍、そしてペタ軍による三つどもえの一年戦争が幕を開けたのでした。めでたしめでたし。何にもめでたくないんですけど。
あの地平線輝くのはふふふんふふふふんララララいるから父さんが残した熱い